はい、こんにちは。前回の内外装編に続いて、今回はミニクロスオーバーの試乗編になります。ミニ、走りに定評がありますので楽しみです。まずですね、出発前にエンジンルームを見ておきましょうか。2回レバーを引きましてエンジンルーム開けたいと思います。ミニはエンジンルーム開けた時にこのヘッドライトが残るので、このように残るのでちょっと特徴的ですよね。そして出てきたのが2リッター直列4気筒ディーゼルターボですね。スペックとしてはディーゼルらしい太いトルクということで150馬力350ニュートンメートル発揮ということで、低速からのトルクの太さがもう予想できますよね。やっぱりエンジンルームを開けた時にこのヘッドライトが残るようなデザインというのは他の車にあまり見られないので、ミニらしい見た目の特徴かなと思いますね。そしてエンジンルーム綺麗ですね。さて、ではエンジンフードを閉めて試乗行きましょう。はい、ということで早速ミニクロスオーバー D の試乗を開始したいと思います。まずこのエンジンのスタートスイッチ、トグル状のものを下に押してエンジンを入れます。ミニのこのモデルはすでにフル液晶のモニターになっていて、このような表示になっていますね。そして、改めまして、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車試乗マニアリーマンのタコーンです。今回はですね、前回の内外装編に続いてミニクロスオーバー D のじっくり試乗編になります。私自身はこれまで70車種以上試乗をしていますけれども、ミニを乗るのは今回、じっくり乗るのは初めてということで、ミニの走りいろいろ確認していきたいと思います。はい、今市街地の方を走り出していますけれども、まずですね、乗り出してすぐに分かるのはフィーリングの良さですね。このフィーリングの良さって何かというとですね、ハンドルを切った時の切り角に対する挙動ですとか、ブレーキングとか、あとはアクセル踏んだ時の加速感とか、それが非常に違和感なく、操作した分だけやっぱり進んだり曲がったりしている印象はあるなということで、まず運転しやすいですね。これやっぱり車として基本的なところがしっかりしているなと思います。ここら辺は走りがいいよって言われているミニらしいのかなと思いますね。そして乗っていても感じる、デザイン性の高さ、内装の個性的さもありますけど、エクステリアの、ミニの唯一無二のデザインというのが、その中に自分が入って街を流しているんだよっていう感覚があっていいですよね。今一時的に止めてまだ出発しようとしていますけれども、このエンジンを入れた時の演出からやはりミニに乗っているなという感じが、自分で感じられて嬉しいですね。ミニのオーナーさんはいつもこういうのを感じてるんじゃないでしょうか。そしてこれから少し気持ちよく走れる郊外の道に行きたいと思いますので、そこでいろいろ試してみたいと思いますが、街乗りでもミニクロスオーバーは、ミニとしては大きいサイズでありますけれども、取り回しは全然しやすいなというふうに思います。全幅でいくと1800を超えているので、例えば、プラットフォームを共用している BMW X1 やアウディの A3 スポーツバッグとか、そっち系の車と、同等以上のサイズ感があるということですけれども、ミニのデザインが加わると非常に大きすぎないイメージで、やっぱりおしゃれセンスよく乗れるなっていうイメージがありますね。
ミニの走りといえば、ミニはグレード展開として、ディーゼルモデル基準でいうと、クーパー D と、そして SD で、その上にジョン・クーパーワークスというホットモデルまでありますけれども、このノーマルのミニクロスオーバー D に乗ったとしても、合成感のしっかり感や走りのフィーリング、きちんとこだわって作られているなというのは感じられるモデルになっています。またここから、S のモデルやジョン・クーパーワークスになっていくと、さらに走りに特化したモデルになっていくので、それも楽しいんじゃないかなと思いますけれども、まずですね、普段使いも想定して考えると、このクロスオーバーのノーマルグレードは非常に乗り心地いいですね。今凹凸ちょっとドンってしましたけど、変な横揺れとか縦揺れの収束もですね、非常にいいなと思いますし、自分だけじゃなくて、家族も含めて乗るとしたら、ミニクロスオーバー、選択肢になるんじゃないかなと思います。そして、今この田舎道走っていますけれども、流して走るのも気持ちいいですね。視界も結構広く保たれているので、運転していて安心ですし、このクロスオーバーというモデルは車高が高くなっているので、あとシートポジションもですね高くなっているので、運転のしやすさは少し小さい SUV に似ているのかなというふうに思いました。それにしてもですよ、皆さん分かりますかね。私今全然アクセル踏んでないんですよね。やっぱり低速トルクが非常に太いということで、350ニュートンメートルありますから、ほぼ普通の道ではアクセル回路ほとんどなくていいんじゃないかなと思いますね。踏んでもだいたい 20% 前後ぐらいじゃないですかね。燃費も非常に期待できるんじゃないかなと思います。燃費についてはカタログスペックで言うとですね、WLTC で 16.9 キロという風になっています。やはりこの車体で2リッター直列4気筒ディーゼルターボで、16.9 という実力なのであれば結構いいんじゃないですかね。またですね、このミニクロスオーバー D については私の家内も運転してみたんですけれども、走りやすいという表現をしていましたね。乗り心地がいいとかそういったところではなくて、やっぱりアクセルを踏んだ時の反応とかハンドルを切った時の反応が、おそらくいろんな人が運転して違和感ないように、きちんとできているというところから来てるんですかね。やっぱり運転がしやすかったので良かったという感想を言っておりました。あとしきりに言っていた感想としては、見た目が非常におしゃれだと、そして可愛らしいということを言っていました。これは私もよく記憶に残ったんですけれども、やっぱりミニの、唯一無二のデザインというのが、そういったところで幅広い層に、印象がいい、要するに男性受けもいいし女性受けもいい車だなというところじゃないかなと思います。購入比率でいうと、例えば BMW なんかは男性の比率が多いというのを聞いたことありますけれども、ミニについては、男性も女性も、多い、極端にどっちかが少ないということはないというふうに聞きましたので、そういったのはここら辺からもうなずけますよね。そして道の方は少し山道っぽくなってきまして、カーブも増えてきていますが、こういったところで車の合成感顕著に出てきますよね。今カーブを曲がっていったり、これから曲がるカーブで確認していきますけれども、車体の安定性は非常に高いというのが改めて分かりますね。こういったところでやっぱり曲がった時にふにゃふにゃ感が出てしまうと、あれこの車大丈夫かなとか、思った通りに動かないなっていうのは多分感じてしまうと思うので、そういった意味で車の作りはいいなというふうに思います。この後ですね、少し車の通りが少ない道に行きますので踏み込んでみましょうか。はい、ということでここから少し、走行モード、スポーツモードにしてみましょう。エンジンレスポンスなどが変わりますよね。そして
アクセルを踏み込んでいった時に、やっぱり中速域に向かっていく途中でも余裕ありますね。バイク速い、ちょっと駆け抜けてきましたね。気持ちよさそうだな。私はこのペースでいきたいと思いますが、このコーナーの立ち上がりからやっぱ気持ちいいですね、走ってて。ミニの走りといえば皆さんご存知の通りゴーカートフィーリングと呼ばれるものだと思うんですけれども、このミニクロスオーバーについては、車高が少し高くなっているというのもあって、路面に吸い付いて走ると、もう路面スレスレ走ってるよっていうよりは少し高級寄りなんじゃないかなと思いますね。ただしその中でもふわふわ浮いちゃってるよみたいな感覚は全くなくて、さすがしっかり路面の情報を渡してくれますし、走っていて、上下に揺れるような、余分な揺れもないということで、やはりミニの仲間として走っていて気持ちよさもあるというのが感じられますね。そして今カーブからの出口で少しスポーツモードでシフトを落として走りますけれども、やっぱしトルク太いな。トルクの余裕感はかなりありますね。踏み込んでも踏み込みきれないですね、この一般道では。やっぱり結構速度に乗っている時のこのぐらいのカーブでも安定感は全く損なわれていないということで、こういったところも良さが感じられますね。トルクは350ニュートンメートルで非常に太いですけれども、馬力の方は150馬力ということなので、高速道路とかで踏み込みをしていった時に100キロ、120キロ超えぐらいから少し伸び悩んでくると思いますけれども、一般道とこういった流せる道、そして高速道路、幅広く対応できる走りとエンジンになっているのかなと思うので、やっぱり使えるシーンが多いなっていうのがこのミニクロスオーバー D のイメージかなと言えると思います。ですのでこのミニについては欲張りな方に合うんじゃないかなと思いますね。この欲張りってなんだよっていうところは、デザイン、内装も外装もデザイン性があって、そして走りも捨てたくないんだけど普段使いもできて、自分一人用じゃなくていろんな方も乗せられるっていう、ここのニーズに合うんじゃないかなと思いますね。あとミニにはクロスオーバー以外にもクラブマンありますよね。後ろのトランクが観音開きのあれについても、近いものが言えると思いますが、クラブマンについてはクロスオーバーより少し車高が低いというところと、後ろが観音開きなので、トランクの使い方が少し異なるのかなというふうに思いますが、そこら辺の幅広いユーザーに受け入れられる、幅広いユーザーのニーズを満たせる車種をミニは持っているんだなって改めて感じましたね。はい、そういえば最後にディーラーからお聞きした情報をお伝えしておきたいと思いますが、今ですね、納期や装備品の関係で2022年度のこの夏については半導体不足の影響をかなりミニは受けているという話でした。なんとナビがつかないということのようなので、ナビがつかない代わりについてはスマートフォンを活用することでカバーできるというふうにおっしゃっていました。あとシートをレザーシートにした時につくシートメモリーがどうなるかというのも確認しておいた方が良さそうです。またこのマイナスオプションになっていることによって、通常ミニはですね値引きは基本的にないと思うんですけれども、このマイナスオプション分、価格が下がるということですね。装備がついてないんだから当然なんですけれども、ナビなんかでいうと十数万円下がりますので、ナビ基本的に使わないんだけどやっぱりミニに乗りたいなという方にとっては、ある意味考えようによってはチャンスなのかもしれませんね。はい、ということで今回はミニクロスオーバー D の試乗編をお届けしましたが、最後は夜の道で家内が運転しています。こうやって運転しているところ、車内見ていても
っぱり夜道にこのリングのアンビエントライトやっぱり映えますよね。おしゃれですね。本当はこのピンクの色をいろいろ変えたかったんですけど、内装編でお伝えしたようにちょっと変え方がわからなかったのでピンクです。色自体はルームミラーの上にあるトグルスイッチで変えられるというのが後で分かったので、変えられたんですけど、先ほどもお伝えしましたが、うちの家内はクロスオーバー非常に走りが良かったといえば走りやすかったという表現をしていましたが、気に入っていたようです。やっぱり女性が運転していても、おしゃれでかっこよく様になりますので、そういった意味でもやっぱりミニは特別なブランドなんだなって改めて思いました。ミニの世界もいいですね。まだまだ S やジョン・クーパーワークスのモデルもありますので、さらにまた上の世界があるなと思いますけれども、とてもためになりました。皆さん今回もご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様良いカーライフを。